こんにちは。おっしゃいや始まりましたよ。昼間のええやん。今回ね第3回目ということで。この番組はですね、僕らヒルティ&ボッシュに関わってくれるさまざまな人をお呼びしてトークしていこうという番組でございます。そしてね、裏テーマもね、今年からね東京に住み始めたね、僕たち人見知りのヒルティ&ボッシュが、この人見知りをね、なんとか克服していこうというね裏テーマもございますんで。そうなんですよ。まあでも3回目にしても人見知りじゃなくなってきてんけど、ちょっと場所見知りをしてましたね。そうだね、今日ちょっと場所見知りはあるね。いつもと違うんで。まあそれをなぜかというとね、なるほど。今回のゲストはね、なんと中塚裕太さん、ジェネレーションズフロムエグザイルトライブ来てくれました。来てくれました。もう入ってきてくれるんですね。ゆうたさん入りますよ。いいっすね、このパターン。このパターン初めてですね。いいですか。もう入りますよ。よろしくお願いします。ありがとうゆうた、ほんまに。なるほど。今回ゲストとしてね、根掘り葉掘り聞いていきますよ。ゆうたのすべてをちょっとさらけ出していこうか。まあ今日はじゃあちょっとよろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい。じゃあ早速いつもの行きますか。行きましょう。はい、行きましょうか。まずこちらにね、このカードがあるんですよね。はい。じゃん。はい。でこれにね、いろんな質問が書いてるんで、これにもう一問一答みたいな感じで、もうサクサクっと。サクサク。はい。タイトルはワンミニッツクエスチョンでございます。ワンミニッツ。ワンミニッツでもう答えていただくという。でも1分で終わったことはないです。ないです。ですよね。です。では行きましょう。はい。ゆうたにワンミニッツクエスチョン。ダンスに興味を持ったきっかけは何ですか？はい。僕はもう母親がそのブラックミュージックがずっと好きで、で母親にそのアースウィンド&ファイヤーとかライブ連れて行ってもらったりしてて、そっからもうハマりだしました。なるほど。僕たちヒルタ&ボッシュを知ったきっかけは？それもその親に見つけてもらったスタジオに行ったらたまたまってことお二ね。人がいた。なるほどなるほど。ダンスでやっていこうと決めたのは何歳の時？もうでも踊り始めた時なんで6歳ですかね。もうその時にはもうデビューする前一番不安だったことは？ワクワクの方が大きかった気がしますね。なるほど。会ってみたい人は？会ってみたい人ですか。パッと出てくる。叶えられるならマイケル・ジャクソンは会いたいです。いいとこつくな。ね、アーティストとしてデビューして一番良かったと思うことは？一番良かったと思うこと、まあたくさんの人はやっぱ幸せにできることじゃないですかね。アーティストの鏡やないか。これ聞きたい。詳しく聞きたいここ。最近一番気になったニュースは何ですか？最近僕の飼ってるハリネズミが片方ちょっと太ってきた。なるほどなるほど。それも聞きたい。大ニュースやねこれは。ハリネズミ太るって書いてある。まるまるオタクですというような趣味はありますか？趣味。オタク的な。最近は古着が好きですね。あ、そうなるほど。おしゃれやもんな。今叶えたい夢や目標は？目標いっぱいありますね。まあそれこそヒルティの2人とショーケースしたいとかもありますし、あとやっぱユキさんもダンサーの師匠、ユキさんとまた一緒に踊りたいなとかもありますし、まあアーティストとしてだったらこうやっぱりドームツアーとかもやらせてもらってるんで、またもっともっと規模を拡大してやりたいなという。なるほどね。ジンのイメージを一言で言うと？これはいいですね。一言でいいです。ジャスティン・ティンバーレイ。おい。新しいパターン。知ってる人が言うやつや。じゃあ逆にユウのイメージを一言で言うと？ですかね。お父さんそっくり。似てきた。ああ、なるほど。最後にじゃあ。ヒルティ&ボッシュに足りないと思うことは？これ答えてもらいましょう。いやもういやもう言っていい。何でもいい全然それも関係ない。なんかこんなん見てみたいとかでもいいよ。あ、確かに全然。2人がめっちゃニュージャックスイング踊ってるところ。おお。なるほど。コアな回答だね。以上ですか？以上です。ありがとうございます。素晴らしい。ダンスに興味を持ったきっかけっていうのは、まあ要は母親ってことですね。母親ですね。下手したら多分まだお腹の中の時から多分洋楽聴いてたかもしれないんで、親がベイビーフェイスとか、エリック・クラプトンとかスティーリー・ワンダとかもめっちゃ聴かされてたんで、勝手に僕も好きになってました。日本の曲全く聴かなかったの？全く聴かなかった。すごいな。井上陽水とか聴かんかった？全然聴かなかった。聞いてた？聞いてたよ。親が好きやった。うちの親井上陽水やった。あ、そっかそっか。唯一聴いてた日本人は久保田さんとかですね。
ああもうだからブラックもはやブなラックるねですよ。で気づいたらもう僕が親に踊りたいって言い出したらしくて、あんま覚えてないんやそう覚えてないです。きっかけっていうかだからもう生まれた時から決まってたよ気づいたら踊ってましたっていう。すごいなアメリカの人みたいなねまあ日本ではない日本じゃなかなかそう当時やっぱ少ないよね海外とかやったらなアメリカとかだってあるけどまあその当時やったらなかなかね次ヒルティ&ボッシュをこう知ったきっかけまあ親ってなっておね母さんが見つけてきてくれたよね地元のブーム行ってその時ブームスタジオねブームね茨城市にあるんですよスタジオブームがねこれ何のこっちゃみたいなそうそうなるんでねこじんまりしたとこなんですけど、地元のねスタジオそうそこで出会ったのがヒルティ&ボッシュで初めての先生でしたね。だからそうやなだってほんまに小学校あれ1年生1年だ俺らが高校生やねそうやでやばいっすね。20年ぐらい前ほんまにそう初めて俺らもレッスン持ったのがそこでそうでそうそうたるメンバーがさ教えてたからさ上の人がだからいやもう嫌やって言ってせめてアクロバットとかなんかそういうのだけやったらいいよって言ってもう覚えてんもんで一番ちっちゃかったんですよでちびうたちびうたって言われててでもなんかもうねアクロバットクラスやからもうめちゃくちゃしよんねんそう無茶すんねんなめっちゃ無茶すんねんでも活発やったよななんかイメージ活発でもなんか体もなんか柔らかいからしたけどもうめっちゃそうそんなイメージあった俺ほんまドキドキしながらもう親も見てんのにみたいになってでも覚えてるやっぱすごい残ってるもんそれそうですね。まあ2人が師匠みたいなもんでまあ最初はねそれのおかげで多分ロッキーにはまったんですね。ああそうなんやキッズその頃俺らも生徒いっぱい持っててでもその中でもねもうずっとトップで一番センターでねダントツやってなんかめっちゃちっちゃいねんけどめちゃくちゃ大きく動くし手足も長いし顔もちっちゃかったしあそうやなんか目立ってたんですよね目立ってたで身体能力も高いしセンスあったよなやっぱ昔からやっぱ音楽聴いてたっていうのがやっぱりあったんちゃうやっぱあったよそれは多分でかいかもしれないです。楽しそう踊ったもん確かにめっちゃ楽しそうやったソロとかもめっちゃ楽しそうでなでもめっちゃ負けず嫌いやったよなあそれはありました。なあそうやな負けず嫌いでしたね。そうなんかできへんかった時なんかめっちゃ悔しそうにしてるの覚えてるなレッスンできひんかった日にその靴紐を結ぶふりして泣いてたらしくてで親にも「あんたダンスやめるか?」って言われたんですけど「いややる」って言ってたらしくてこれでももう一個の質問でなこれダンスでやっていこうと決めたのは何歳の時ってもう6歳ってやってるからもう要はその時ってことだよねその時ですね。僕はあんま覚えてないんですけどダンスで飯食ってくからってなんか言ってたらしくて6歳はさすがにもう戦いごっこしてたから俺らは完全にそうやったなドラゴンボールごっこしてたアニメしてましたよ戦いごっこはしてた中でもう夢がそう書いてたんやだから当時やっぱそのダンスやってるっていうとやっぱなんすかねやっぱちょっと偏見があったというかダンスやそっかまだそうやな認知度もないしダンスでご飯食べていくのアホちゃんみたいないやもうそういつまで遊んでんねんって感じだもんないつやめんって感じだその時も見とけよこの野郎と思いながらやってましたね。だからあんな感じでどんどん成長していったかもしれんなめっちゃ貪欲やったもんな周りの子とやっぱ明らかにこう違うかったよなモチベーションが俺だから言いますけど今ねほんまダンス界って盛り上がっててキッズとかすごいレベル高い今はねスーパーキッズ世代とかもあってでもね第一世代なんですそういう意味では第一世代今スーパーキッズって言われた世代のさらに1個そうちょっと早い世代でもう当初なだってそのブームっていうちっちゃいなとこやったんやあれでもめっちゃマニアックで先生がだからもうほんまに一級品の先生職人しか集まってないからスタジオで地元のね茨城のでもその中でやっぱユータっていうすごいキッズが出てきたとで他のスタジオが今でこそ有名なスタジオもこぞってユータの次を作ろうみたいな流れがあって周りのスタジオの頃は意識してんねんなそうでやっぱスタジオのオーナーの人もなんかそういう意識でやってたからユータはやっぱいろんなとこ知られてて全然知らなかったです。そう本人は知らんかったんや全く知らなかったです。でロック以外もポップやったりねポップやったりいろいろやって全部先生が結構超一級品やからねもう全部ブーさんが当時のスタジオのオーナーねブーさんお前これ受けろこれ受けろ僕もただダンス好きなガキやったんで受けますみたいな感じだったんでそこはだからすごいピュアだからってよかったよねそうですねだから当時は何も分からずにチェリーさんとかいやレイさんもそうですけどそうやなユキさんとか大御所のレッスンを受けてたすごい環境やなそう思ったらそうですねだって
小学校3、4年生でスキーターラビットのワークショップとか受けてました、マジでだってスキーター来てたもんな、ブームに。来てましたよね。俺らの師匠のね、はいスキーターラビットっていうアメリカのね、もうすごい人がオリジネーターの人がいてね、はい、今考えたらありえなあいですりえへん、ね。いやでもやっぱあの環境良かったよ良かな。ったすごいです。ブームすごかった。すごかったよすごかな。確かに。すごいです。チャンネル登録してね。東京来たのは18歳ですかね。そうそれまでもさ、EXPG の大阪校にでレッスン通ってたんや、はい。それ10代の頃。16歳から通い始めて、高校生からってことやな。そう通い始めたきっかけも、うんブームの発表会に、うんたまたまその LDH のうんスカウトの人が来てたんで、もうやっぱ全ブ部ームブームすごいやん。ブームおかしいっす。ブームおかしいでその時にあの子誰みたいになって、うんそれで声かけられて、でそっから16歳から通い始めて、でしばらくしてうん東京行きます。それで行ったんや。はい、そうなんですよ。なるほどな。は10代か。はい、だからもうその時からこうちょっとなんていうんですか、アンダーグラウンドでやっていくか、うんメジャーでやっていくかっていうちょっと葛藤があったっていうか、ある時期よね、それは。しかも結構メジャーに行ったの早かったの、時期的には。早かったですね今はねみんなねこう行くかもしれないけど、はいその当時はね。しかも当時はやっぱアングラシーンからしたらやっぱメジャーシーンってダンスに集中できなくなるというか、うんまあ、そういうイメージがイメージあったがねんで、あってね。でもいざやっぱこっちの世界を見てみると、うんやっぱ特にやっぱ LDH はうんダンスすごいうん本物志向というか、うん歌もそれですし、うん本物志向でやってるんで、あこっちの世界も面白いんじゃないかなと思って、んでも後押ししてくれたのはもうゆきさんですね。あ、そうだ。はいゆきさんが。でもうそのゆき道場でダンスデライト、な、ジャパン。そうです、ジャパン出て、うん。あれがもう最後でしたね。そっかそっか。あれ2位になった時やんな。そうですあでその時もゆきさんがもういつでも帰ってくる場所はあ。あるから。あるからうんもう行ってこいみたいな、好男きなだけやってこい。男気ある人アンダーグラウンドのボスがもう。ボスがめちゃくちゃアンダーグラウンドのボスボがスがもう言ってく行ってれたんやこいって。いや、それはすごいよなだ。って普通なそんなものってな言われたらな言われるんですけど、ゆきさんも、まあ向こうであかんくなったらもうこっち戻ってこいや、俺が面倒見るわ。これはやばい。うわ、やばい。俺らもチェリーさんそうやったもんな。俺らもチェイさんみたいな。あーなんか行く時ドイツとか行く時そうもなんかお前らみたいなスタンスうんのやつも絶対必要やから言うて後押ししてくれたから、そうシェリーさんそういうタイプそういうタイはプやな、はい絶対否定はせえんかったね。そうですねいやすごい。でもアンダーグラウンドにいながらそれをできるっていうのは、はいなかなかうん難しいとそうやね、思うんだよな。やっぱ不安もあるしな、はい実際そうですねな。じゃあこれデビューする前、はまあワクワクの方が強かったってことだよね。そうです。まあまだ言っても全然何も分かってなかったんで、ワクワクの方が大きかったですけど、うんまあ、いざやっぱやってみるとうん。大変やなっていう、ああそうなんや。やっぱそうか。例えばどういうとこ。何なんですかね、やっぱ自分が思ってるうん。踊りをできなくなったりとかそういう時期もありましたし、やっぱそうダンス以外の仕事もいろいろあったりとか、まあ、当たり前なんですけど、芸能界なんで、まあ、そういうのでほんまに自分がやりたいのはこういうことやったんかなみたいな葛藤もありましたけど、ヒロさんがやっぱ原点はダンスだからっていう、俺らは一生ダンサーだからって言って、やっぱ何かあったらダンスに戻ればいいって言ってたんで、まあ、その言葉をこうなんていうんですか信じて、それは心強いな。ダンスやっぱ俺がやりたいのはダンスやなと思って、ダンス頑張ろうみたいな感じでしたね。はいだってずっと今まで自分のやりたいダンスをやりたい時間にできたもんな、うんでもそれがな変わったりしたら、はいできひん時もそうなんです最初それ戸惑うもんな、はそれこそやっぱロッキンとかポッピンってやっぱあんま見ないじゃないですか、そうメジそうなんやャーシーンでそうなんや。でそれも僕は結構辛かったというか、やりたいけどうんできないというか、それもあったんですけどもう今は気にせずやったりしますし、なんかソロでもめっちゃやんねやろ。そうソロでもやるライブのソロでもめっちゃチャレペゼンするやん。でめっちゃファンの子に説明します、あこういうジャンルでっていうのは。いやそっかそっか。それはもうめちゃくちゃありがたいことですよ。アンダーグラウンドからしたら。これはもう鏡やねいやそういうねやっぱ架け橋的な人ってそうそうそう絶対いると思うね。そうやね。だかなら俺らもね同じなジャンルやっぱもともとやって今もそういうのあるから、やっぱ同じ気持ちやもんね、うんやっぱそういうのレペゼンしたいみたいなのあるもんね。やっぱファンの子もやっぱ分かってくれるんで言うとあそういうのがあるんやみたいな。なぜかジェネレーションズのファンはゆき道場とかうんヒールティーボスとか知っ知っててるか。言うたら言ってくれるから。言うてありがとう。ほんまにそれはほんまにそれはありがとう。なぜか知ってるっていう。だってこの間なショーほら動画コラボした時にああしたさそう一緒にしたもうずっと踊ってるって言ってたもんな。ロックもやってます。そうなんですよこれ待ってましたみたいな。僕もやっぱインスタとか SNS で結構この動画待ってましたみたいな。へはいあ反応あったんや。ありましたありましたあマジで。
嬉しいそれな。第2弾待ってますそれはやりたいね。そうやな。やりましょう。やりましょう。やろうやろう。うんうん。じゃあアーティストとしてデビューしてよかったと思うことっていうのは、これいいこと言ったよ。めっちゃいいこと言ったよ。たくさんの人を幸せにできること。それはもう一番でかいと思う。いや言いたいこれは俺も言いたい。いやいや2人もすごいっすね。好きなダンスでやっぱりこうやっぱライブとかでもダンス見て喜んでくれる人が多いんで、やっぱその時はやっぱすごい僕も幸せな気持ちになりますね。せやんな、なんかダンスやっててよかったって思う瞬間よね、それって。やっぱメッセージとかでも将来迷っててどうしようかわからない時にゆうたくんのダンス見てなんか頑張ろうと思いましたとか、そういうの見るとやっぱダンスやっててよかったなと思って。そうやな、自分で伝えて思う瞬間やもんな。実際俺らのワークショップでも来るで、なんかゆうたくんとの動画見て、ロック今までヒップホップしかやってなかったんですけど、ロックあれ見てやりましたとか言って最近も来たし、嬉しいですね。嬉しかった。ロックダンスで知ってもらえるのは。そうそう、あのかっこよさもね、あるもんな。ある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 。今叶えたい夢や目標はっていうのは、これは師匠と踊りたい。やっぱ踊りたいですね。でまあ規模を拡大。はい。まあその2つだね。はい。でもアーティストになってからそういうダンサーのショーケースとか出てないんで、一回も機会があれば出たいなっていうショーケースに。全然出るの？出るの？全然出れます。ただやっぱ告知は打たないでみたいな。まあまあそれはそうやそうやな。シークレットで。まあ普通にパッと出る分に。はい。やっぱそういうヒロさんもそういうダンサーにもともとね鍛えてもらってくださいっていう感じなんで。じゃあそれはマジでやろうよ。やりたいです。ちょっとな。はこれはマジで。い。はい。なんかぜひ。前動画も撮ったし、今度はじゃあショーケース。がっつりショーケース。出たいです。なあ、なんかはい。多分めっちゃいいのできると思うし。いやこれはもうこれみたいな人楽しみにして俺らのショーずっと来るじゃん。まだ出へんからまだ出んからね。いつ出んねやみたいな気持ち悪かったみたいな。でそれはもう2人のファンになってもらってそう。いやいやいや、なるほどね嬉しいわ。いやちょっとね、これはマジで実現させますんで、ちょっとこう楽しみ期待ですね。これはもう楽しみ。ぜひやりたいです。